突然です。騒音です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が思っちゃったこと、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、言っちゃいけないこと、食べちゃったもの、食べちゃいけないもの、飲んじゃったもの、飲んでもいいものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、隣の空き地はよく鍵食う客だじゃない、隣が空き地になってたんですけども、今家を建てておりまして、トンカントンカン毎日工事の音で目が覚めるんですね。しかしですよ、僕はあまりそういうね騒音を気にしない人なんで、こう気にしなかったら耳に音が入ってこないんですね。だから収録中トンカントンカン鳴ってますが、僕は全く気にせず進めていきますが、気になっちゃう方はご了承くださいということで、昨日は何をしてたかと言いますと、水道橋博士さんと一緒にもう一日中ですね散歩しまくって高円寺をぐるぐる歩いておりました。博士の日記の方でね、ブログノートの方でも、書いておりましたが、非常に楽しかったですね。そしていろいろごちそうになったりしちゃって本当に楽しかったですということと、あとはあれですね、見ましたね。もう本当テレビの話しかしてないというか、水曜日のダウンタウン31グランプリね。いや面白かったなっていうか、もうねちょっとね、人によっては30秒で面白いことみたいなネタでグランプリを決める、その人選も、それからね出てた人も面白かったんですが、人によってはちょっとね荒引き団っぽい編集というか時間が余っちゃって、こう何の間っていうところまでね30秒使ってたりみたいなのが面白かった。僕はそういうとこ見ちゃうからダメというか、純粋にネタも面白いところもあれば、そういった編集でこう面白く見せてるのがやっぱり水曜日のダウンタウンだなって思いましたね。だからあとはコメントね見てる審査員やるのと言いながらね、ちゃんと審査してるところとかもやっぱりね、なんて言ったらいいんだろうな、こう全方向を騙し続けるというかね、その姿勢がいいよね。だから逆に嘘がないというかね、嘘しかついてないから逆に嘘がない。嘘はついてるわけではないですけどね、こう騙しているからね、全方位に向かって騙しているから、嘘がないというか、もう本当がないからね、嘘を信じるしかないというかね。もう言ってること分かります？僕は分かりませんよね。そういうことですわね。で本当に出てた中で僕は一番ね、見た目的にもインパクトがあって面白いなと思ったのは、犬ですね。一瞬コンビ名を牛と勘違いしそうになりました。牛と勘違いしそうになったのは、こう昨日牛肉を食べたんでね、牛と間違えそうになりましたが、牛じゃないですよ、犬ね。一人の子がひげがすごく濃くて、でインパクトあるじゃないですか、方で、グッドラックにちょくちょくウーバーイーツの配達員ということでインタビューに答えて、グッドラックにもよく出てるんですよ。で淳さん、論文の淳さんが株式会社ロンドンブーツに来るかみたいな話やり取りもあったりして、そこでグッドラックでも印象に残ってて、でもネタをちゃんと見たことないなと思ってたんですけども、昨日のその31グランプリで犬ねコンビとして出てて非常に面白かったですね。ただやっぱり見た目のインパクトで何のネタしてたのかね、もう忘れちゃったぐらい
いやー、インパクト強い。ね、ああやってというかね、印象に残る、残すのはやっぱり大事なんですけども、その見た目のインパクトに勝てるようなネタ、残るようなネタじゃないと、なかなかね、決勝までは行ってたんですけどね、優勝はできなかったんですが、面白かったっていう印象あるんですけどね、じゃあ何のネタをしてたかって言ったらね、スッと出てこない。何だったっけ。とにかく面白かったのは間違いない。しかし、あれ何だったっけね。ネタで面白かったっていうのはやっぱりチャンス大城さんですよね。犬に噛まれたままね、美声を振りまくみたいなやつとか。あとはチョコプラね、1回戦で負けてましたけど、いや、めちゃくちゃ面白いな、やっぱり。あと、金太郎ね。金太郎も面白いわ。あれ、ずるい。あと、ロバート。あとね、知らないというか、僕も知らなかったところで言うと、どこだろう。誰が出てたのかもね、ちょっと、録画をこっそり流しながら、思い出しながら行きましょうか。まだね、パラビ、TVer、でね、見れるんですよね。1週間見れるんで、ぜひ、未見の方はね、ぜひ見ていただきたい。僕ももう一回、ね、見直そう。面白かったな。誰が面白かったかな。岩橋ね。岩橋も面白かったし、ダブルアートの音符のね、もしかしてミーって言ってて、いうね、ファだっつってふてくされて帰るのやつとか、意味はね、何なんだっていうね。あとネルソンズね、面白かったな。ウエストランドもよくできていた。七曲りね。木村ファミリーはちょっとね、木村ファミリーは木村ファミリーで顔が似てますからね。なんとも言えんかったね。いや、面白かった。犬のやつちょっと思い出す。あった。犬ね。あと、もう中ね。ビールのやつか。ビールのやつだわ。あれ、ずるいね。ずるいというか、面白い、アイデアも面白いんですが、技術的にも何がすごいかって、立ち小便をしてる風にこうビールを注ぐんですけども、コップに綺麗に全部入ってるんですよね。それがやっぱりね、面白い。あっこをね、やっぱりコップからはみ出ちゃって、なんか汚いことになっちゃうとダメなんですよね。綺麗にコップに入って、しかもいい音出してるっていうのは、あれはもう相当練習してると思いますけども、あれはね、本当に面白いね。あっこがコップからはみ出ちゃったりしちゃうと、もうダメなんですよね。そこの技術的な面も非常に好感が持てましたね。だから汚らしく映らないとかね。もう中はね、ただただ面白いね。ただただ面白い。自尊心ね。小学生がコンビニで水買うなっていうネタ。これは、ちょっと刺さるものがありますよね。なんていうんですかね。風刺的なね、4コマ漫画でありそうな。面白かったな。それから、恋ちゃんね。タキオンの鼻で薬を吸うやつね。でもまあ犬だな、犬の2本目の印象がないんだよな。犬の2本目は、オズワルドも面白かったな。まあ、金太郎ね。で、C ブロックがね、あんまり印象に僕残ってなくて、なんか C ブロック、こじんまりとまとまってたなって印象しかなくて、C ブロックの時は、ね、流し見してましたね。でも日本の社長が優勝したんか。日本の社長は面白かったね。日本の社長は面白かった。で、その大事な、犬のウルトラブギス。あれね、決勝のネタ。腹筋のやつだ。腹筋のやつだ。ね。
あれもね、なんて言ったらいいんだろうな、こう2人のキャラがね生きていますよね。あとやっぱ動きがね素晴らしい。こう脇を締めてね、腹筋したら脇を締めたら上がりますよと言って、こう胸に手がいって一瞬こうねキャって脇を締めた瞬間腹筋ができた。その直後にこうね、こう近づきすぎちゃうみたいな、テンポと動きは本当に稽古の賜物というかね、あれ一朝一夕ではあそこまで動けないですよ。あとはね、ジェラードンもめちゃくちゃ面白いな。イビルジョーじゃない、イビルって言ってたやつね。あれは面白いね。お前のそっちが喋るんかいみたいなとか、FBI のね、捜査官であるとかっていうのが、あれはなんていうんですかね、こう前提条件があるわけじゃないですか。ああいう怪物的なものはこう物が言えなくてね、首輪をつけて縄を使ってる猛獣使いみたいなやつがこういう弁に喋るみたいなのと思わせといて、実はそっちじゃない方がベラベラ喋るとか、あんな見た目をしておきながらね FBI のね捜査官だったみたいな、こう映画あるあるというか、そういったね過去のそういったものの前提条件をこうひっくり返してくるみたいなやつはうまいですよね。だからね、そういった前提条件を踏まえた上でっていうのがある種振りになるわけだから、そこをこう短い30秒の中にいかに早く伝えて、振りなんだと思わせずに分からしておいて最後ひっくり返すみたいなのはうまいっすよね。いや面白かったですね。で結局優勝したのは日本の社長だったんですけど、もう面白かった。日本の社長だったよね。面白かったな。日本の社長のやつはあれか、バスタオルのやつかね。そこ気にするみたいなね。見せ方うまいっすよね。あとはやっぱりみんなあれですわ、顔毛、結局のところね、セリフがなくても表情でこう心情を伝えている、表情豊かにやっている、演じているっていうのはね、30秒短い時間の中で、検証に上がったメンバーはもちろんね、皆さん面白かったですね。まだ見てない方はぜひね、全部ネタ言っちゃってますけども、そういうところを見るんだとかね思いながらまた見返してみてくださいということで、水曜日のダウンタウンのお話でした。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとね、今日陣内に会うんで裏話でも聞いときますわ。はい、ありがとうございました。